皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日のテーマは日常会話でよく使うえの5つの発音です。えはとても簡単な日本語ですが、発音の仕方によって意味が全く変わります。詳しい説明をする前に、今日紹介するえの5つの発音を実際に聞いてみましょう。特に音の高さと顔の表情に注目してみてくださいね。ねえ、聞いた？何？田中さんの猫が逃げたらしいよ。本当？そう、なんでだと思う？なんでだろいつもより安い餌をあげたからだって。う。探しに行こうか。そうね。はい。5つのえの発音の違いが聞き取れましたか？えは日本人の日常会話で本当によく出てくる相槌です。このえの発音がうまくできると、会話がぐっと日本人っぽく聞こえるようになります。そこで今回はえを使う5つの場面で日本人のように発音するためのポイントを紹介します。動画の中では一緒に練習する時間もあるので、ぜひ何度も練習してえの完璧な発音を身につけてください。それでは始めましょう。一つ目は聞き返すときのえです。相手の言ったことがよく聞こえなかったというときや、よくわからないからもう一度言ってほしいというときに使います。友達や家族と話すときに使うえで、上司や先生に言うと失礼になるので注意してください。では、上手に発音するポイントです。1、いつもの自分の声えより少し高い声えで短く言います。2、大きい声では言いません。3、わかりませんという顔で言います。という感じです。では、一緒に練習してみましょう。私がというので、皆さんは私の後に言ってみてください。準備はいいですか？どうぞ。どうぞ。はい、OK です。では、二つ目のを見ていきましょう。二つ目は、びっくりした時のです。相手の言ったことが信じられないという時に使います。このはびっくりしすぎて何を言っていいかわからないという気持ちを表します。では、上手に発音するポイントです。1、息を一気に使って短く言います。2、大きめの声で言います。3、びっくりした顔で言います。という感じです。では、一緒に練習してみましょう。私の後に言ってみてくださいね。準備はいいですか？どうぞ。どうぞ。はい、OK です。では、3つ目のを見ていきましょう。3つ目は、考えている時のです。会話の中ですぐに言葉が出てこない時に使います。頭の中から言葉を出そうと頑張っているイメージです。では、上手に発音するポイントです。1、小さな声で長く言います。2、アクセントはまっすぐです。3、斜め上の方を見ながら考えている顔で言います。という感じです。では、一緒に練習してみましょう。私の後に言ってみてください。準備はいいですか？どうぞ。どうぞ。
はい、OK です。では、4つ目の絵を見ていきましょう。4つ目は、呆れる時のです。それは良くない、残念だという気持ちを表す時に使います。では、上手に発音するポイントです。1、最初音を低くしてだんだん高くします。2、最初強くしてだんだん力を抜きます。3、眉毛を寄せて残念な感じの呆れた顔で言います。という感じです。では、一緒に練習してみましょう。準備はいいですか？どうぞ。どうぞ。はい、OK です。では、最後、5つ目の絵を見ていきましょう。5つ目は、はいという意味のです。賛成するとき、そうですというときに使います。はいよりも会話でよく使われますが、より丁寧な表現です。では、上手に発音するポイントです。1、最初のの音は高く、2つ目は低くします。2、よりは短く、よりは長く発音します。3、そうですという顔で言います。首を小さく縦に動かすとわかりやすいですね。という感じです。では練習してみましょう。準備はいいですか？どうぞ。どうぞ。はい、OK です。ここまでの5つの発音を紹介しました。それでは先ほどの会話の場面をもう一度見ながら、の発音と意味を復習しましょう。ねえ、聞いた？何？田中さんの猫が逃げたらしいよ。本当？そう、なんでだと思う？なんでだろう？いつもより安い餌をあげたからだって。探しに行こうか。そうね。はい、いかがでしたか？の5つの発音が完璧にできると、会話が今よりもっと日本人っぽく聞こえるようになります。ぜひこの動画を見て繰り返し練習してみてくださいね。発音は一人で勉強していくのは難しいですよね。友達に発音が変だと言われてショックだった。なんだか日本語が日本人っぽく話せないな。皆さんもこんな悩みがありませんか？メッシュクラスの発音のコースでは私と1対1で発音の練習ができます。まずは体験レッスンで自分の発音のどこに問題があるのかカウンセリングを受けてみるのはいかがですか？コメント欄に詳細を書いておくのでぜひチェックしてみてくださいね。そしてこの動画がいいなと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。